皆さんこんにちは。ロリータモデルで看護師の青木美佐子です。今回はロリータヘアアレンジでベレー帽を使ったアレンジを7つご紹介したいと思います。それではどうぞ。まず髪の毛全体をどちらでもいいんですけど片側に寄せて3等分にします。1個、2個、3個。これは全部同じようにしてください。三つ編みを1束ずつやっていきます。三つ編みはきつめにした方がルーズな感じにするのに可愛く遅れ毛が出るので、ちょっときつめな感じで結んでください。巻いてあるところぐらいまで三つ編みをします。2つ目も同じようにやっていきます。最後も同じように。これで3つ作って、これをまた三つ編みにします。こういう感じです。で少しほどかす感じで出していきます。すごい簡単なんですけど、凝ってるように見える髪型なのと、あと三つ編み系なので、雨の日とかでも崩れにくいっていうのがとてもおすすめです。リボンをつけていきます。お洋服の色に合わせてリボンを選んでつけてみてください。なるべくゴムを隠した方がいいので、ゴムの上につけるのをおすすめします。こっち側にあるので、ちょっと右側の感じで被ると可愛いかなと思います。こちらで完成です。続いてはドーナツアレンジをしたいと思います。まず2つに分けます。これ同じ量を取っていきます。ただただ三つ編みをします。これも本当に3分ぐらいでできちゃう時短アレンジなので、アレンジしやすいように毛先を巻いたんですけど、この場合ドーナツになっちゃうので、毛先は巻かなくても全然大丈夫です。今回は結構下まで三つ編みをしていきます。こっちも同じように三つ編みをしていきます。三つ編みは先ほどと同様で結構きつめにやった方がドーナツの感じが取れにくいので、なるべくギュッと三つ編みしていきます。毛先まで編んでいきます。これで2つ三つ編みを作って、これを上に持っていってドーナツ、ここがドーナツですね、の感じにします。上に持っていく方法としては、耳の後ろを通してこういう感じですね。で、ピンで留めます。で、この辺は帽子で見えなくなっちゃうので、適当で本当に大丈夫です。こちらも同じように耳の後ろですね。だいたい唇と同じぐらいのラインが可愛いかなと思います。これもドーナツっぽくなっています。で、ポイントとしてはしっかり留めた方が崩れにくいので、上の方は帽子で見えなくなっちゃうので、気にせずしっかりと留めた方がいいと思います。こんな感じになりました。これで帽子をかぶります。これで完成です。続いてはポムポムヘアを作りたいと思います。こちらも髪の毛は毛先巻いても巻かなくてもどちらでも大丈夫で、用意するのは2つにポムポムさせるので、同じリボンを2つ、私の髪の長さはちょっと長めなので3セット用意してます。髪の長さによっては2セットでも、ポムポムができる量分だけ2セット用意してください。同じ量だけ取ります。で、ゴムを使います。ツインテールにする要領で、耳の一番高さと同じところが一番可愛いので、ここに留めます。あんまり低すぎるとちょっと昭和っぽくなっちゃうので、このぐらいが一番いいかなと思います。だいたいこの指ぐらいですね。自分で握った握り拳ぐらいのところでもう一個ゴムをつけます。で、またもう一個自分の握り拳ぐらいにゴムをつけます。ここですね。だいたい握り拳。そうすると均等になるので、ちょっとポムポムっとした感じになります。で、これを左右同じようにやっていきます。ちょっと開きます。開くときはゴムの近くから開いた方が可愛い丸ができるので、ちょっとゴムのところの近くをほぐして
れで私3段になったと思うんですけど、ゴムが見えてるとちょっと可愛くないので、そこはリボンで留めていきます。こういうリボンはツインテールの時とか、三つ編みアレンジの時も使えるので、割と2セット買うのがおすすめです。もし派手めなお茶会の時とかは、もっとポムポムの量を増やしてリボンの数も増やすとよりゴージャスに見えるので可愛いかなと思います。これで完成です。続いては大人ゆる編み込みをしたいと思います。これはちょっと大人っぽい印象になるので、ロリータファッション以外の方でも使える髪型になります。左右を取ります。1個に湯わいたら3つに分けて編み込みします。こんな感じですね。ちょっと緩くしてで、この先のところなんですけど、ゴムが見えちゃうのが可愛くないので、ここにゴムをつけます。ちょっと大人っぽくしたい場合は、後ろに垂らしてても後ろ姿可愛いと思うんですけど、少し前が寂しいかなっていう時はこれを持ってきても可愛いかなと思います。で、少しルーズ感を出すためにちょっと姫カットの部分を出しても可愛いですし、今ちょっと薄っぽいスッキー前髪っていうのも流行っているので、前髪の量、ロリータさん結構分厚い方多いと思うんですけど、ちょっと薄っぽくして少し眉毛が見える感じにするのも可愛いので、ベレー帽なら何でも隠せるので、ちょっと前髪を横にしてその部分隠す、こんな感じにもできます。次はここにポコッとあるいちごちゃんアレンジをやりたいと思います。こちらはさっきのドーナツヘアと途中までは一緒になるんですけど、ドーナツの場合はちょっと上の方に上げて三つ編みを割と出したんですけど、今回は下の方にいちごっぽくしているので、ゴージャスな帽子の時はおすすめです。これも2つに均等に分けて、ただただ三つ編みをします。下まで三つ編みをします。なるべくギリッギリの線まで三つ編みしてください。このぐらいギリギリまで三つ編みします。これも時短アレンジなので、朝髪の毛巻く時間がないっていう方は巻かなくても全然問題のない髪型になります。これも毛先まで三つ編みします。ギリギリまで。これをどのぐらいのイチゴにするかにもよるんですけど、私は2個折りぐらいにします。長さ的にいろいろ皆さんあると思うんですけど、私は1個、2個で、こういう風の、ここの部分ですね。イチゴの部分をゴムで留めます。こんな感じですね。で、こちらも同じように、この毛先の部分があっちゃこっちゃしちゃうと可愛くないので、なるべくこう内に入れた方が可愛いですね。こういう風に。で、ゴムの色味はなるべく髪の毛と同じような色味、または透明のゴムを使った方が可愛いと思います。これで終わりでもいいんですけど、この辺がちょっと雑というか可愛くないので、私はこういうリボンをここにつけてます。クラシカルロリータの時とかはすごく可愛いので、で、これ1メートルいつも私買ってるんですけど、1メートルなので、だいたい50センチくらいですね。リボンをここに巻きます。これで完成になります。
結構アップ目のスタイルが多かったんですけど、今回はちょっとおろし目のスタイルにしてみたいと思います。続いてはリボンを使ったベレー帽アレンジをやりたいと思います。こちらも時短なのでかなり時間を短く短縮した状態でできます。で、髪の長さと同じぐらい、2つ折った時に同じぐらいのリボンを切っておきます。で、このリボンは何でもいいんですけど、私は結構オーガンジーっぽい柔らかめのリボンの方が髪の毛編み込んだ時に馴染みやすいので、ちょっと柔らかめの透けた感じのリボンにしてます。これもベレー帽なので見えなくなると思うので、この辺は割と適当にやってます。なるべく顔の近くで三つ編みをしていきます。顔の近くの方がリボンが見えやすいので、そのようにしてます。このぐらいまで三つ編みしたらゴムで留めます。で、この部分が余るので、ここを蝶々ブシブシで少しほどいてリボンの部分をより目立たせるように出します。で、小顔効果があるようにこちらは耳にかけず、こちらは耳にかけた状態でベレー帽をかぶります。で、この部分がちょっと汚いので隠す感じでベレー帽をかぶります。これで完成です。次は大人っぽいモテ系のベレー帽アレンジをしたいと思います。今回もすごく簡単で、どちらかサイドにやって、で、三つ編みをしていきます。ゴムでちょっとほぐして、ちょっとゆるっぽくしますね。前髪を割とがっつりなくした方がベレー帽が目立つので、私結構パッツンの多めの前髪なんですけど、これをねじります。で、ピンで留めます。今回使うのが黒いベレーなんですけど、黒だとちょっと地味なので、バッジ皆さんも持ってると思うんですけど、これをつけます。こんな感じですね。ちょっとポイントになるところを横に持ってきて、で、メガネをかけます。ちょっと森ガールっぽい雰囲気になります。こんな感じで完成です。皆さんいかがだったでしょうか？これで1週間のベレー帽の時短のヘアアレンジができると思うので、ぜひぜひ参考にしてみてください。かわいいパティーンのチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。青木美佐子でした。バイバイ。